さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、なんともう一切こねないチョコレートデニッシュパン、こちらの作り方を紹介したいと思います。めちゃくちゃ簡単なので最後まで見て作られてください。では行きましょう。お願いします。はい、今日使う型なんですけど、これパウンド型ですね。で、中に紙を引いてこれで用意しておいてください。はい、これ生地を作っていくんですけど、これまずお塩ですね。お塩を端っこに入れます。で、これお砂糖とイーストです。これ必ず一緒にして混ぜてください。イーストと塩が混ざっちゃうと、触れちゃうとちょっとイーストの効果なくなっちゃうので、逆にお砂糖と混ざってるとイーストしっかり働きますので、ここで混ぜとくの大事です。で、お塩手前で端っこに入れます。そうするともう多分ね、触れることはないので、そしたらこれを混ぜていきます。はい、これお水と生クリームですね。これ一緒に入れて、で生クリームちょっとめんどくさいなって言って入れなくてもいいんですけど、入れないとちょっと硬くなったり味美味しくないんで、ぜひ入れてください。で、これラップしてもらって600W のレンジで加熱しておきます。はい、温めた液体を粉に入れていきます。で、これはもう完全に水分を吸わせたいだけなんで、ゆっくりゆっくり混ぜていってください。はい、これ今水分馴染んでこんな感じですね。見えますか？まだ全然油脂が入ってないんですけど、そしたらここにバターを入れていきます。はい、これバターなんですけど、見てください。こうやって必ず柔らかい状態にしといてください。硬いともう全然混ざらないんで、柔らかいのがポイントです。真ん中に入れて、マーガリンだと全然美味しくないのでバターでやってください。はい、これ今真ん中に入ってますよね。これを生地をちょっと折って、もうこねる必要ないんで、なじませていきたいんですけど、こうバター滑っちゃうので、こうやって折り込んでいくと結構混ざってくれます。で、バターの感じが見えなくなるまでこうやって混ぜていってください。はい、これだんだんもうバターの感じがなくなってきて混ざってきたんですけど、見えるかな、こんな感じです。結構ツヤっとしてます。で、これをこれね、混ぜるときちなみにゴムベラこう短く持った方が力入るんで、それでやってください。で、これをひとまとめにして湯煎して倍のサイズになるまで膨らまして発酵ですね、発酵させていきたいと思います。はい、これビターチョコレートなんですけど、ここに牛乳入れます。で、お砂糖も入れて、これを 600W でチンしたいんですけど、もしビターチョコレートなかったらミルクでもいいんですけど、その場合柔らかくなっちゃうので、ちょっとココア入れたり、結構ね、ビターチョコレートで硬くするっていうのがポイントです。温めておきます。はい、これ温めたら泡立て器でしっかり混ぜて溶かしてるのを確認してください。これふるっといた粉ですね、これを一気に加えていきます。で、これ何してるかっていうと、こうペーストを作っていて、これをパン生地で巻いていくっていうような感じです。なので普通のジャムとかだと柔らかすぎちゃうので、必ずここでペーストを作って、粉入れてるのもしっかり生地の中に残るように粉を入れてます。しっかり混ざったらこれもラップをしてもらって 600W で加熱していきます。はい、これ今1回加熱した状態ですね。で、これ1回だとちょっと足りないので、もう1回加熱してしっかり火を入れます。そうすると硬くなるので必ずやってください。はい、これ結構しっかり団子みたいな硬さになりました。これ混ぜるのは均一にしたいから混ぜてるので、必ず混ぜてください。こんな感じですね。これをシートに伸ばして固めていきたいと思います。はい、これクッキングシートでいいんですけど、皆さんに見えやすくするために今日フィルムでやってます。で、ここに加熱したペーストを全部出して、30センチ20センチぐらいをめどに広げていきます。
これこうやって挟んでる方が乾燥しないので、ぜひ挟んで伸ばしといてください。もう大体でいいので、平らになってる方がいいですね。はい、そしたらこれを冷凍庫に入れて固めておきます。はい、これ発酵させた生地ですね。ちょっと開けていきます。表面にも軽く粉をまぶして、でちょっと広げていきます。はい、これ手もいいんですけど、綿棒とかあるとちゃんと空気抜けるので、綿棒あれば100円ショップとかでも売ってるんで、綿棒で伸ばしてください。30センチ20センチぐらい、大体でいいんですけど、それぐらいに伸ばしてください。はい、これさっき作って固めといたシートを乗せて、で包んでいくんですけど、巻いていくって感じですね。これちょっと破れちゃっても結局巻いちゃうんで、大体で広がってればいいんで、こうちぎってこうやって貼っといてください。はい、これ冷凍しといたチョコレートも柔らかくなってくるんで、これをちょっと丸めてこうやって巻いていきます。はい、これ今中に巻いたんですけど、これを半分に切っていきます。これ切ったら、これどっちが上でもいいんですけど、ちょっとねじって重ねていく感じですね。こうやってこれ交互にやっていくんですけど、あんまりきつくしすぎちゃうと綺麗に浮かないんで、軽くで大丈夫です。こんな感じ。そしたらこの端っこはちょっと下に折り込んで、閉じ目の部分で型に入れちゃいます。はい、こんな感じでぴったり入るので、これをさらに発酵させていきます。これ綺麗に発酵したんですけど、これちょっと任意で生クリームを表面に塗ると、ちょっと色よく焼き上がるんで、これ全然任意です。ちょっとだけ開けて塗ってきます。卵とかでもいいんですよ、全然。だけど今日は生クリーム使ってるんで、同じ材料の方が楽かなと思って生クリームにしてます。これ今生クリーム塗ったんですけど、皆さんこれぐらい発酵させる具合ね、ちょっとちゃんと見せてなかったんですけど、結構周りはパンパンになってます。これぐらいしっかり発酵させるっていうのがポイントなので、必ず発酵は守ってください。あとは予熱したオーブンで焼くっていうのもポイントなんで、必ず予熱してください。これで焼いていきたいと思います。さあ見てください、焼けました。いい感じです。あっつ。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。そうだよ、もうこれ卵入ってないですか？うまっ。うまいよこれ。何がうまいんだろう。すごいもちもちしてる。発酵ちゃんとさせた方がいいですね。美味しいよこれ。なんかトーストしても良さそう。さあこれポイントのおさらいですね。ポイントはもう発酵させてしっかり膨らませることが結構大事なんですけど、あとはこれね結構アレンジができるベースのレシピになってて、中にこのチョコペースト入れたじゃないですか。であれを皆さん覚えてください。
チョコレートのところに粉を入れてこうペーストにして塗るっていうのが結構大事です。チョコだけだったらこれ塗ってもいいんですけど、こう焼いた時にこうなんかね出ちゃったりとか、なんか変な風に焦げちゃったりとか周りに混ざったりしちゃうので、全然こうね美味しくできないんですよ。あれをペーストにするっていうのがめちゃくちゃポイントなので、なんかいちごのペーストとかピスタチオのペーストとかいろいろできるので、ぜひそこもアレンジしてやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。